皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。オリンピックのメダルラッシュ、久しぶりの明るい話題が続きますね。皆さんはいかがお過ごしでしたか？毎日を明るい気持ちで過ごしたいと思っているのに、ごく身近に愚痴や不満、人の悪口ばっかり話す人がいて困っている。こんな経験、皆さんもあるかもしれません。たまに会うという人ならともかく、しょっちゅう顔を合わせなくてはいけない職場の同僚やママ友、また気を使う親戚の人だったりすると、逃げることもできず、ネガティブな話を聞き続けるのって結構辛いですよね。そんな時、相手の機嫌を損ねずに上手に回避する方法ってあるんでしょうか？今日はそんな秘訣をお話ししたいと思います。ところでどうしてその人はいつも不満や愚痴ばっかり話すんでしょう？ちょっと周りを観察してください。いつもあなたに不満ばかり話すその人もみんなに同じように話しているわけではありません。ネガティブな話は受け付けないというオーラを持っている人には話してないんです。だからといってその人たちの関係が悪いかというと、そういうわけでもなさそうです。つまりその人はあなたを選んで話しているということなんです。ではどうしてその人はあなたのところにやってくるんでしょう？それはあなたに話せばモヤモヤがすっきりすると知っているからです。相手の話に熱心に耳を傾ければ、すべてのモヤモヤがすっきりして気分が良くなるまで相手の話は終わることはありません。そして何かが起こるたびにモヤモヤゴミをあなたのところに捨てに来ることになるんです。もしそれが嫌なら、モヤモヤゴミは捨てに来ないでというサインを送る必要があります。モヤモヤゴミを回避するポイントは、反応を薄くするです。具体的には、あまり気のない返事、相槌、椅子にもたれかかって距離を取る、ぼーっとする、床を見るなど、つまり相手の話に興味があるという反応をしないことがポイントです。そしてタイミングを見計らって、ところで、そういえばという言葉で、あなた自身も楽しいと思える話題に話を切り替えます。もし相手が自分の話に夢中で切り替えるタイミングが全然ないという場合は、トイレに立つとか電話をかけに行くなど、一旦ブレイクを取ることでタイミングを作ります。人によってはそれでもまだ話が止まらないということもありますよね。そんな時はアドバイスとまとめの手法を使います。まとめの手法というのは、大変ですね。そういうことってよくありますよね。など、あなたが相手の話をまとめることで一旦終わらせるという手法です。話をまとめてしまうと、なかなかその後同じ話を続けられないものです。また、そういう時はこうした方がいいですよとアドバイスをする方法もあります。不満を話す人というのは、あなたに問題を解決してほしいわけではなくて、黙って話を聞いてもらって自分のモヤモヤゴミを吐き出したいんです。だからアドバイスをする人にはあんまり話したがりません。今日はこの人のモヤモヤエネルギーを私がゴミ箱になって吸い取って、相手にはすっきりしてもらおう。こんな風に考えて相手の話を聞くのであれば、それはあなたから相手へのプレゼントですよね。問題はありません。カウンセラーはそういう気持ちで相談する方の話を聞くから、話した人は元気になるんです。自分の話したい話題に変えることは、なんだか相手に失礼な気がして難しいなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。でもこういうサインのやり取りって実はみんな自然にやっていることなんです。
本当は嫌なのに知らない間に相手のモヤモヤゴミを背負ってしまっているというなら、あなたにとっても、そして相手にとってもそれはいいことじゃないですよね。優しいタイプの人は本当は聞きたくないなという時でも、私が聞いてあげなくちゃ、助けてあげないと考えて聞いてしまうこともあるようです。でも私さえちょっと我慢すればと我慢を繰り返すうちに、その人との関係が負担になって徐々に相手を嫌になってしまうということはよくあります。会話は双方が楽しいと感じて成立するものです。相手が悪く思うんじゃないかと機嫌を損ねることを恐れて我慢していてもいい関係は作れません。それよりも最初から自分も楽しめるような話にした方が長く続く関係を作ることができるんです。はっきりなかなか言えないというあなたはきっと優しいタイプの人だと思います。でも相手の気持ちを大切にすることもいいですが、まず本当は聞きたくないという自分の心を大切にできるあなたになってください。悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。では。